増税反対の前に労働反対なんだよ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望に乾杯。共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。ようこそ。ということでね、私ネガティブマンが送る史上最低最悪のチャンネル、この冷え冷えとしたね、真夏でも冷え切ったこのね、絶望を絵に描いたようなね空間からお送りする本物のネガティブ底辺チャンネルとでも申しましょうかね。まあそれは前置きはいいんですけれどもね、今回私ね、日本の死亡者数の増加について疑念を持っておりましてね、非常に疑念を持っておりますということを話していきたいね。とても短い動画になると思いますけれどもね、お付き合いいただければ幸いです。ですね、結局ね、21年から22年、2021年から22年ね、日本の死亡者数は15万人増加したんですね。前々年と比べてね。普通は2万人くらい増えながらね、高齢者も多い日本ですから増えていくんですけれども、死亡者数ね15万人ですよ。コロナ真っ只中とはいえね、怪しいと思いませんか皆さん。で、私は他の陰謀論者と違ってですね、天才ネット軍師としてのね側面も持ち合わせている関係上ね、どうも疑問に思うわけですよね。ワクチンじゃないんじゃないとね。皆さんね、世の中の陰謀論者に騙されてはいけませんよ。ね、ワクチンが原因なんじゃないのか。ね、人口削減計画が原因なんじゃないのかっていうね。私はね、どうもそうは思えないんですね。15万人ですよ。15万人って言ったら、ウクライナ戦争ね、今2年ちょっと続いてますけれども、ね、ウクライナ軍の死亡者数が3万1000人。一方、ロシア軍は12万人。合わせて15万人ですね。ウクライナ戦争でね、ウクライナ・ロシアの戦争で15万人の兵隊が死んでるんですよ。それと同じぐらい1年間でね、丸2年かかって軍隊同士がぶつかり合って15万人死んでるのに、日本21年から22年までね、15万人増加してるんですよ。前年比ね。緩やかに増加してたのが急にガーッとね、15万人も増えてる。これ極めて怪しいと思いますね。陰謀論者たちがね、コロナワクチンのせいじゃないのかって騒ぐのもね、無理はないですよ。実際コロナ真っ只中でしたからね。しかしコロナで死んだ人っていうのは総数6万人ね。どうも割に合わないですよね。辻褄が合わない。私はどう考えるか、結論から申し上げて、自殺種のネグレクト的なね、緩やかな緩慢な自殺っていうのもあるじゃないですか。コロナ期間非常に絶望してね、引きこもりの生活がね長く続いて、なんていうんでしょう、精神がぷよっとしてね、破滅的な気分になって、ネグレクト的なね、自分を放置して、もうどうにでもなれみたいなね、なんかね、魔法の杖がないからこれにしますけど、どうにでもなれみたいなね、そういう気分に陥った人が
変死を遂げたりとかして、なんか自殺という認定も与えられないまま、なんか病死的なね、勝手になんかこう熱中症とかね、勝手にね、こう持病が悪化して死にましたみたいな、孤独死みたいなね、こう一括りにくくられて、こうね、本当は自殺なんだけれども発見が遅いからなんか遺書もねえし、そう、大体ね、今の自殺者のカウントの仕方もおかしいんですよ。ね、遺書がないから自殺じゃないみたいな捉え方をされてるわけですよね。遺書がないとそもそも自殺とはなかなか認められないわけですよ。首つってるのにね。そういうおかしなカウントの仕方っていうのもね、怪しいんじゃないのかな。まあ、だから結論から申し上げてね、これだけ、そう、コロナ禍っていうのがポイントですよね。若者も、ね、老若男女、そう、女性の自殺が多かったっていうじゃないですか、コロナってね。コロナ禍において、ここ数年。ということは、女性の死亡者、15万人も増えてるわけですから、女性の死亡者数も増えて、女性のね、自殺者数も増えている、なんていうね、そう。女性のね、一般に男性の自殺者数の方が圧倒的に多いんですけれどもね、女性の自殺者数が増えているっていう、こうね、確実なデータがある以上、なんて言うんでしょう、全体的に見て15万人の内訳、ね、いろんな病気って言われているけれども、ネグレクト的な己を放置したみたいな意味合いにおいて、ね、発見が遅れたみたいな意味合いにおいて、自殺者の数がかなり多く含まれているんじゃないのかなと私ね、推測するんですよ。なぜなら絶望する社会でありね、そう、コロナといえばですよね、ホテル業界だったりとかね、宿泊業界、飲食店とかね、いろいろあれじゃないですかね、大変だったでしょ。そう、それもあるんじゃないのかなと思うわけですよね。それで仕事を失った人たちがすごい多く出た期間でしたよね。それも相まって絶望していた人たちは多いんじゃないのかな。絶望が多いということは自殺も多いということはもう明白ですからね。だから15万人で、日本は自殺者の数をこうね、意図的に抑えてるとね、よく言われていますね。私もそう思います。絶望が多くなってね、いるのにもかかわらずね、なんか2万人台をずっと推移キープし続けるっていうのはおかしい話ですよ。思えばね、リーマンショックもあったわけですし、ね、消費増で、そしてコロナですよ。ね、それで2万人、それで統計の仕方自体もね、なんか明々白々な遺書だったりとかがないとなんかね、変死にカウントされてしまうみたいなことがあるわけでしょ。そう。大体あれですよね、あんまりね、ワクチンの話をすると本当に動画がね、警告を受けるんですよね。そう。本当に、私ね、コロナの話で、コロナのことなんて1割も話してないみたいな動画でもね、なんか警告が来て、ね、あなたはまだまだね、初心者だからわからなかったのかもしれませんけれども、何かこう、データに基づかない適当なことを言ってると、動画を削除しますみたいなね、文がね、YouTube 側から送られてきてね、削除されるんですよ。で、今回はコロナは、まあどうでもいいんじゃない、ワクチンのことはどうでもいいんですよ。ね、まあ多分、これもまた怪しいっちゃ怪しいですけど、私はワクチン説は話してません。ね、YouTube のチームの皆様、ワクチン犯人説じゃないので許してください。
そうワクチンじゃないと思うんですよね。そう単純に絶望する人たちね、悲しい人たち、寂しい人たち、またはもともと起死燃料、ね、自殺したいなと思う人たちが、これはいい機会だと、ね、ひっそり人とも会わずにいられるし、ひっそりと自殺しようみたいな動機、ね、動機というかこうチャンスっていうものがあった期間ですからね、こう一歩引いてみるとね、いい機会じゃないですか。そういうタイミングとかが全部こう揃ったんじゃないですかね。ですからいきなり15万人21年から22年で増加したのはワクチンではなくしてね、単純にね、嫌な気分になって、まあ私みたいなね、嫌な気分になって、なんて言うんでしょうね、消極的な自殺に走った人たちが増えただけなんじゃないのかな。人と接触する機会がなくてね、なんかオーストラリアのウォンバットみたいに寂しくて死んじゃうみたいなね、そういうのも一種のあれじゃないですか、自殺じゃないですか。だから多分そういう人たちが増えたんじゃないのかなとね、推測するんですよね。これは陰謀論じゃなくて数字のトリックと申しましょうかね。国も自殺と認めたがらないところがね、往々にしてありますからね。大体政府の言うことなんて信じちゃいけないんですけれどもね。私は陰謀論を語っているのではなくて、私の妄想を今語っております。ですから YouTube のチームの皆さん、削除しないでください。妄想ですから、妄想を語っているだけですからね。頭のおかしい YouTube、頭のおかしい世界を滅ぼそうと企んでいる者の一人がね、首謀者が、メインオフェンダーがね、適当なことを言ってるだけですから、もうね、何の害もありません。単に推測を述べているだけですから許してくださいということで、自殺者が増えただけなんじゃないのかなってね思うんです。23年のデータがまだよく分かりませんけれどもね、これからもね自殺者は増えていくんじゃないでしょうかね。いろんな問題がありますからね。日本自体、世界自体にね、物価も上がってもね、お賃金は増えませんからね。とにかく増税反対の前に労働反対であるということだけでも覚えてね、帰ってください。それではまたお会いいたしましょう。明日にも今日にも世界が滅びますように。ネガティブマンでした。